皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も最後までゆっくりとお楽しみください。さて、時は3月上旬の1日です。午前中に撮影を行った時の気温は5度から7度とまだまだ低いのですけれども、この日に越冬分けを行いました。つまり越冬の梱包を解いて巣箱を越冬場所の納屋からシーズン中の養蜂場へと移したのです。越冬場と養蜂場の間の距離は30メートルほど離れています。低温なのに越冬分けを行ったのは、最近はそれでもポカポカした陽気の日も多くて、そんな時には蜂たちが巣の外に出て遊び回っていたからです。まだ花はどこにも全く咲いていませんが、蜂たちが巣箱の位置を記憶の中に刻み込んでしまうとちょっと面倒なことになりますので、そうなる前に巣箱をシーズン中の正規の場所に移しておいた方が良いと判断したわけです。今回の動画ではこの越冬明け初日の様子をお伝えします。なおこの日の天気は曇り時々晴れ、時にあられまで降るという目まぐるしく変わる天気でした。そしてとても風の強い日でもありました。ところでこの養蜂場ではこのシリーズが始まった2023年以降は一つの取りこぼしもなく越冬に成功してきました。つまり越冬に入った群がすべて翌年の春を迎えるということを3シーズン続けてきました。では、今年はどうだったのでしょうか。まずは今年の越冬成績の確認から始めたいと思います。巣門を閉じて蜂が巣箱の外に出ることができないようにしてから箱の梱包を解きます。そして巣箱を養蜂場に運ぶ前に納屋の入り口付近に一旦仮置きします。この時巣門を閉じるのと連動して巣門の上にある窓が開きますから、その窓から巣箱の中の様子を垣間見ることができます。窓から蜂たちがうごめいている様子を見ることができれば、その群は元気で越冬は成功したということを意味しています。ここまで映像に出てきた2つの群では窓から蜂たちがうごめいている様子がよく分かりました。これらの群は何の問題もなく越冬に成功したのです。それに対してこの群はどうでしょうか。開いた窓から確認することができる生きている蜂はたったの1頭です。しかし蜂が1頭だけで生き延びているということはまずありませんから、こうやって生きている蜂を少数でも認めることができたということはコロニーとして生き延びている可能性が高いです。ただ先ほどの2つの群と比べて閑散としていることは確かで、個体数がかなり減っているのではないかと懸念されます。最後に見たこの群ですけれども、ご覧のように窓からは生きている個体を発見することができません。この群は越冬期間中に全滅してしまった可能性が濃厚なので、シーズン中の養蜂場にまで運んでいかないで仮置きしてあるこの場所で即座に巣箱を開けてみて中を点検してみることにしました。そうしましたらやはり生きている蜂は一頭もいなくて全滅していました。越冬に失敗したコロニーを見るのは4年ぶりのことになります。内部を点検してみてまず気がついたことは、もう生きてはいませんが個体数が随分と多いということです。越冬に入った時よりも蜂の数がだいぶ増えているように思います。そしてコロニーが滅びた原因も分かりました。蜜が切れたために餓死してしまったのです。巣房に頭を突っ込んで最後の一滴の蜜を吸い取ろうとして死んでいる個体がいるということで分かります。
それと蜜を求めて歩き回った挙句に死んだために死体が底板に散乱しているということからも餓死であることがわかります。蜂群は一個の有機体で、そこでは完全な共同生活が営まれているので、餌不足の窮状に対しても最後の一滴まで分け合うものとされています。そのためいよいよ食料を食い尽くして餓死する場合には、せいぜい数時間の短時間のうちに全滅してしまうようです。それにしてもかわいそうなことをしました。それではどうして蜂たちは餓死しなければならなかったのでしょうか。昨年の冬に越冬を始める前に彼女たちにはたっぷりと蜜を持たせてあげたはずです。そうであるのになぜ蜜切れが起きてしまったのでしょうか。ここで考えなくてはいけないことは、越冬を始めた時と比べて蜂の個体数がさらに増えていたように見えたことです。蜂たちは越冬を始めた後にも育児を続け、そこで大量の蜜を消費してしまったようです。おそらく女王蜂は産卵を続け、そのことがまた育児のための蜜の消費量の増加をもたらした可能性があります。越冬のために給仕した蜜が女王蜂の産卵を促してしまったのです。そして大量の死体とともに有害胞子が発見されました。蜂たちは育児をやりながら育児の途上で餓死していったのです。このように餓死した群が出たわけですから、冬を生き延びた群に対して給仕をしてあげなくてはいけないと私たちが考えたのは当然のことでした。第2、第3の餓死を出すことは何としても避けなくてはいけません。そこで生き残った群の巣箱を仮置きの場所から30メートル離れたシーズン中の養蜂場に運び込み、さらに巣門を開けた後で私たちがやったことは給仕でした。給仕のやり方は、酒粕と蜂蜜の混合物を口の広いプラスチック製の容器の中に入れて巣枠の上山の上に逆さまにしておくというものです。その他に先ほど個体数が少なくなっているとした群に対しては特別に霧吹きで薄い蜂蜜をかけてやるというようなことも行いました。なおまだまだ気温が低いので養蜂場に移した後も保温のため巣箱を麻袋で覆っています。さて今回無事に冬を越すことができなかった群を出してしまったということについてはいろいろと考えてみなくてはならない問題点があります。そこで以下ではそのうちのいくつかを紹介したいと思います。まず4年ぶりに越冬失敗群を出してしまった原因は一体何なのかということですが、直接の原因は先ほど言ったように餓死であり、越冬期間中の蜜切れでした。そしてその背景には越冬に入ってからも蜂たちが育児と産卵を継続したことがあったようです。育児で大量の蜜を使ったために越冬に使うエネルギー源の蜜が途中でなくなってしまったのです。確かに私たちは昨年越冬に入る前、蜂たちにふんだんに蜜を持たせてあげていました。しかしこのことは女王蜂の産卵を刺激したために越冬期間中の人口爆発の引き金になってしまったようです。つまり越冬前の給仕が今回は裏目に出たということです。そして冬になっても餌があれば女王蜂が産卵を行うということの背景に私たちは温暖化の影響を見ないわけにはいきません。では温暖化の下で冬になっても女王蜂が産卵を続け、さらに育児まで行われたということが蜜切れの群が出た主な原因だったとしたならば、それではどうして特定の群だけでこういう悲劇が起きて他の群は無事に越冬することができたのでしょうか。
つまり蜜切れが起きた軍と、それが起きなかった軍との間には一体どのような違いがあるというのでしょうか。次に考えなくてはいけないのはこのような問題です。正直言って今すぐにこの点に明確な回答を出すことはできません。未だ検討中の問題です。そこで冬を越せなかった軍について今の時点で気がついている特徴を言うならば、一つはその年に生まれた若い女王蜂の軍であったということです。ただその年に生まれた女王蜂は他にもいましたが、それらの軍は無事に冬を越すことができました。そこで滅びた軍の2つ目の特徴なんですけれども、秋の終わりに大量に蜜を消費していたということです。先ほども言ったように十分に給餌してあげても、それがすぐになくなってしまっていました。この点が今から思うと産卵育児が盛んに行われていることのサインだったのでしょう。最後に考えなくてはいけないのは、それではこれからどうしたらいいのかという問題です。とりわけ少し気が早いですけれども、次の越冬に私たちはどのように臨んだらいいのでしょうか。温暖化の下で女王蜂の産卵の時期がこの北国の地でも年末近くにまで伸びているのだとするならば、越冬開始の時期を遅らせるというのも一つの選択肢として検討しても良いでしょう。そしてその時に餌の消費量に注意してみながら、それが非常に多いようであるならば産卵育児が依然として継続しているサインだというふうに考える必要がありそうです。温暖化は北国の越冬開始時期のタイミングに難しい問題を投げかけているのだということです。はい、今回はここで失礼させていただきます。なお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。